まずは真ん中から1回引きます。グググググっと押さえつけていただいて、皆様こんにちは、ネイリストのこうえんです。今回はちび詰めジェルネイルということで、いつものように私のこのすごく短い爪にジェルネイル塗っていこうと思います。今回ももう右手に塗っておりますので、これの色違いを左に塗っていこうと思います。デザイン的にはね、オーロラパウダーを最後にかけてるんですけれども、下地は橙というか2色。これはホワイトとブルー系のカラーを橙にして、最後にオーロラをのせてるという結構シンプルめの色味の薄い感じのネイルになってます。これをね、次は黄色で、左手には黄色で塗ろうと思います。今回ね、使うのはベトロ142番、このイエローとベトロ55番、このホワイトを使って右手と同じようなデザインを作っていこうと思います。はい、今回も、甘皮周りを整えて、お爪の表面ザラザラっとしております。ちょっと私は毎回ジェルを1層残してフィルインっていう感じで上に重ねてジェルを塗ってるので、中指とかはねまだジェルが残った状態で塗っていっております。ということで、まずね、お爪の水分量を調節するもの、ボンドエイド OPI の商品です。これをね、お爪の表面に塗って水分と油分のバランスを整えます。といってもね、もうほぼこれ油分を飛ばすような役割と思っていただいたらいいと思います。夏場とかね、特にグリーンネイルとかになりやすいので、こういったものをしっかり塗って油分とか飛ばしていただくと持ちも良くなりますし、グリーンネイルとかになるリスクがかなり減らせるのではと思っております。あとはお爪とね、ジェルネイルの密着を良くすることでグリーンネイルのリスクはかなり減らせると思うんですけれども、浮いてきたらね、もう外すなりしていただいた方がいいと思います。はい、ではベースジェル塗ります。ソリッドベースですね、ジェルグラフのソリッドベース、こちらを塗ってベースを作ります。私はいつも薄くまず1回塗ります。薄めにね、1回塗ります。で、もう1回後で塗って2度塗りしてフォルムと厚みを出すんですけれども、なんで2度塗りするかっていうと、1回目はもう密着を高めたい。密着を高めるために1回目はグググググっと押さえつけていただいてもいいと思います。塗り込む、しっかり塗り込む。なんかふわーっと塗るだけだとやっぱり密着が弱い印象があるので、しっかりとググっと押さえつけるようにして塗るとやっぱり持ちがね、いいと思います。いいと思いますっていう程度で、私の体感のお話なので、絶対そうじゃないんですけど、私はいつもそうしています。一度塗りした時点で一旦ライトで硬化します。はい、ライトで硬化しましたので、次は少し多めにジェルを筆に取りまして、ちょっと多めに取りまして、厚みをつけながらフォルムを整えます。厚みをつけるのは折れにくくなったり持ちが良くなったりするので、ちょっと厚みを出してあげます。で、この時はふわーっとのせていただくだけで大丈夫です。ジェルとジェルって密着がいいので、密着してくれるのでね、ジェルの上にのせる時はもうふわーっとのせるだけでいいです。ただし端までね、きちんとカバーするように、それだけ気をつけていただいたら結構持ちも良くなると思います。で、横から見た時にデコボコしていないようにふわーっと誘導して、へこんでいるところにはジェルと筆の誘導でつるんとした表面にしてライトで固めます。はい、こんな感じで固まりました。
いい感じに表面つるっと塗れたと思います。残りの4本も塗ってから次にカラーに移りますので、早送りでご覧ください。はい、左手ベースジェル塗り終わりました。今回もつるんと綺麗な表面になっております。ここにジェルネイル塗ります。レトロの142番と55番ホワイトとイエローを使って塗ります。今回はもうこちらのパレットにイエローとホワイトを出しております。というのも何回もクリアジェルとカラージェルを使って色を混ぜながら筆で混ぜながら使うので、色の汚れた筆を往復するとこういったジェルの中に他の色が入ってしまう恐れもありますし、いちいちね入らないように拭くのも面倒ですので、ここで思う存分汚しながら使いたいと思います。ちょっとねこれクリアジェルの底にラメが溜まってるんですけれども、上澄みはね綺麗なんでこのクリアジェルを使っていこうと思います。はい、じゃあ親指あたりからやっていきます。まずホワイト適量取ります。本当にもうちょっとでいいです。を2箇所にのせます。でイエロー取ります。もうこれも本当にちょっとでいい。で2箇所にのせます。こんな感じ、いい感じにのりました。ここにクリアジェルをほんの少し筆先に取って、これだと多いのでちょっとここに戻しておきますね。そしたらまた後で使いやすいんで。で結構ね表面に少し、片側はほとんどついてないけど裏側結構ついてるぐらいにしたら、この上でまずは真ん中から1回引きます。押さえながら引いていて大丈夫です。で今度ホワイトと3回引きました。真ん中サイドと引きました。そしたらもうこの時点で結構いい感じに混ざってるんですけれども、この筆汚れたまんま際とかねちょっと撫でておきます。そしたら根元ももうなんかちょっと塗ったような雰囲気になるので、とりあえずね端の濡れていない部分をなぞります。そうこうしてるうちにクリアジェルとカラージェルが混ざってポワーンとしてかなりいい感じになったんですが、ここでちょっとこう一点でぐちゅぐちゅっとえぐるようにぐちゅぐちゅっとします。でまた撫でる。あんまりねやりすぎるとほとんど黄色の薄い黄色になっちゃうんで、ムラが欲しいんですよね。でまたここのねいい感じのイエローが出来上がったんで叩いてのせるみたいな感じで、本当にニュアンスっぽくぐるぐるっと削って、で結構もう混ざっちゃった、触りすぎて結構ほとんど黄色になっちゃった時はもう白取って白を追加、結構ホワイト追加して、なんとなくぐちゃぐちゃにする。はい、今私的にはかなりいい感じになりましたので、これ以上放っておくとまたどんどん混ざっていっちゃうのでライトに固めますっていう具合でどんどん作ります。慣れてきたらもう1本作るのに1分かかんない方もとかも出てくると思うので、こんな感じでどんどん作っていくとこういう雰囲気に仕上がるというわけです。はい、なんでね右と左で色変えようと思ったかっていうと、この色だけだと私すぐ飽きるなって思ったんですよ。グリーン系をね塗ると私はねすっごい飽きやすいので、じゃあ黄色とグリーンだったらこっち飽きたらこっち見ればいいし、なんかこう新鮮な雰囲気になれるので右と左で色を変えております。何でもあり、本当に好きなように好きな色を塗るのがもう本当にネイルっていうのはね自己満なので、好きなように塗ったらいいと思います。で今もうね流れ作業でいこうと思うので、手慣れてる方はこんな感じでぴょぴょぴょいと毎回ねこの4つ大きいじゃなくてもいいです。2つ大きいでもいいし、2つ、私爪小さいので2つぐらいしかこの指乗らないんですけど、いろんな形で乗せます。ほぼ一緒だけどね。でイエローもいろんな形で
空いてるところにのせるっていう感じですね。ちょっと今ついちゃったところはすぐに拭かせていただきます。ジェルがつくとね痒くなっちゃうんで、すぐに拭いてアレルギーをね起こさないためにすぐに拭くようにしてください。はい、こんな感じで塗りました。じゃあクリアジェルを筆に取ってちょいちょいちょいと、でまた取ってちょいちょいちょい、はい、適当にやりました。さらにちょっとこの指すごく薄くなりすぎたので、ちょっとホワイト足そうかなとかいう微調整をしながら、根元付近ですね、根元付近に伸ばしつつサイドもカバーしつつ、はい、こんな感じでじゃんじゃん仕上げていきます。あんまりね触りすぎないようにするのがポイントです。結構濃いかなという印象なので、ちょっとクリアで薄めようかな。こう濃いかなと思うときは筆ですね、色の上をなぞれば結構薄まりますので、そんな感じでなぞっていったらいいかなと思います。これね、この使ってるのは汚れてもいい専用ジェルね、汚して OK ジェルね。これはベースジェルとかとは別で一つ用意していただくととっても便利なので、汚れていい専用の安物でも質のいいジェルっていうのをね一つ探してみてください。安物って言ったらちょっと失礼ですね。お手頃価格の汚れてもいい専用ジェルっていうのを探してみてください。ちょっと人差し指が黄色してたんでホワイト足しました。こんな感じでいいかな。はい、じゃあライトに入れます。はい、ライトで固めました。こんな感じね、今。はい。オーロラパウダーをかける前にする作業がノンワイプトップコートでコーティングいたします。アイニティのノンワイプシャイニートップ。はい、こちらを使っていきます。この時もこの後にオーロラパウダーをコーティングするので、今のこのクリアジェルも凹凸がないように表面つるんと仕上がるように気をつけながら塗ってください。なんかイエローのこのタイダイ模様っていうのかな、まだら模様はお菓子みたいですごいかわいい。はい、いい感じです。ライトで一旦固めます。はい、親指コーティングできたので残りの4本もコーティングしていきます。この後にオーロラパウダーを塗って最後にもう一度このコーティングをするので、若干厚みは薄めでコーティングした方がすっきりした仕上がりにはなるんですけれども、つるんとねしておかないとオーロラの光が綺麗に入らないので難しいところですよね。私はジェルネイルのぷっくりしてるのもすごく好きなので、結構厚めになってもいいんじゃないかなと思います。前回ね、私初めて Vlog 的なものをアップしたんですけども、やっぱり皆さんデザインが見たいからね、 Vlog は興味ないですかね。ちょっと遊びというか冒険してみたかっただけなので、もしかしてまたねああいうのをあげるかもしれないので、もしその時は温かい目で
ご覧いただければと思っております。ハイライトで完全に固まりましたので、オーロラパウダーコーティングしていきます。オーロラベールっていうやつですね。こちらネイルパートナーさんで購入したものなので、よく似たものになりますが、商品リンク楽天と Amazon で探して載せておきますね。でこちらもとっても便利なシリコンプッシャー、最近はねこれでよく塗ってます。パウダー類はね。でこうやって押さえつけて、こちらにパウダーがついたらこっちに塗り込むという感じです。なんか飛び散りがねやっぱりね少ないんですよね、このシリコンプッシャーで塗ると。で指で結構こすってる方多いと思うんですけど、指でこすると油分がやっぱついちゃうので、こういうシリコンパウダーでこすった方がね指の代わりもしてくれるので、本当にこれもねおすすめの道具なので、一つ持っておくと便利です。そんなに高いものじゃないので、是非ね皆さん商品リンク載せておきますので、こちらもお試しください。はい、これでオーロラになっております。塗っても塗らなくても可愛いですね。この元の色が可愛いからね、どっちでも可愛いけど、右にオーロラパウダー塗っちゃったから、やっぱり合わせないとねダメだから塗っておきます。ざっくりと今塗れましたので、一応ねパウダーすぐこぼれちゃうんで蓋をして、もう一度しっかりとこすって塗り込んでおきます。結構これでねこすると粉っぽさも飛んでるんですけれども、まずこのシリコンプッシャーのお手入れはこうやってペーパーにこすりつけるだけでほぼ綺麗になります。こんな感じね。こっちに残ってるパウダーはこちらも100円均一で購入したような、これはダイソーで購入したやつですね。でパウダーをこのように払う。はい、おー綺麗、めっちゃ綺麗ですね。光のラインがスッと縦に伸びていい感じです。でちょっとねこの下が汚れちゃうと嫌なんで、こういうペーパー類の上でこすってパウダーを払ってあげるとお掃除も楽ですね。はい、こんな感じです。かわいいかわいい。これでもうコーティングして仕上げちゃいます。仕上げもこちらのアイニティのノンワイプシャイニートップです。はい、これで2度目のコーティング。この時ね先端もしっかりコーティングしてあげるようにすると、先端からパカッと割れたりすることが起こりにくくなります。この先端のこの辺りをしっかりとコーティングしてあげるといいです。一発でねすごく綺麗なフォルムになったので、ライトでひとまず固めます。はい、ライトで固めました。この指はもうね完成したので指で触っても大丈夫です。はい、いい感じに仕上がりましたので、残りの4本もコーティングして仕上げたいと思います。もう私はねストーンとかもつけないし、すごくシンプルで申し訳ないんですけれども、こういうネイルがお好きな方にはね参考になると思ってやっております。爪も短いしデザインもシンプルなんですけれども、結構ねそういうネイルをする方も多いので、意外とねこういうデザインの需要があるのかなと思っています。こんな感じでトップジェルが固まったので触っても大丈夫です。でこちらのアイニティのノンワイプシャイニートップはノンワイプタイプなので拭き取りはいらないんですけれども、私はね結構このパウダーとかもついてるし、未硬化ジェルがちょっとついちゃってる場合もあるので、このように拭き取りを一応します。表面というよりこの際とかを中心に拭き取るとすごくすっきりするし、ちょっ
とは付着していることもあるので、そういったものもきれいにすっきりして気持ちいいので拭き取っております。主にはパウダーとか汚れをね取るような感じで、この後ね石鹸で手洗いも念入りにしてアレルギーを防いでいます。こことかにもねついちゃってるのを拭き取って取ります。どうしてもねちび爪だとこういうとこについちゃうので、そういった方はこっちの手はねさっきしてたんですけど、ちょっと動画的に見栄えが良くないのでやめてたのが、マスキングテープとかそういった感じのテープをこういう感じでサイドの皮膚の部分ですねとお爪の下の指の腹の部分とまたサイドこういう感じで巻いて、で下をつまむとお肉が下がってくれるので、あとはちょっとこの辺にねしっかりと境界線作ってあげてもいいですし、こんな感じでジェルを塗ると指の腹につかずにテープが保護してくれるので、こういうやり方もちび爪の場合は有効だと思いますので、ちょっと皮膚について困っているとかつきやすいっていう方はこういう感じも試してみてください。マスキングテープとかでも何でもいいと思います。はい、という感じで今回こんな感じに出来上がりました。今回もちび爪のジェルネイル最後までご覧いただきましてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録が動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。